性能を確保しながら、今一番軽いモデルなんじゃないかなというわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、エースファストの新作、エースフィットや、マジで空気みたいなんだこれ。このイヤホンは、耳を塞がない、完全開放型のイヤホン。このジャンルは、2023年くらいから一気に拡大し始めた、耳を塞がない、快適性の高いジャンルとして、安定した人気を誇っているんだけど、最近は、性能の成熟が著しく、どの会社も良いものなんだけど、他社との差別化が難しい、というジャンルになりつつあった。頭一つ抜けたモデルは、どれも2万円クラスから1万円クラスで、特別おすすめできるモデルというのが、なかなか見つからないジャンルだったんだけど、エースフィットライトは、そんな停滞したイヤーフック型開放タイプイヤホンの状況をぶち破るイヤホンだ。価格は1万円台前半くらい。このタイプの中で、特別評価の高いものは、1万円台後半から2万円台くらいの価格帯に集中しているので、それらよりも圧倒的に価格面で優位。基本性能はしっかり確保しつつ、とにかく小さい。このジャンルを開拓した2023年のモデルを比較対象に引っ張り出してきたんだけど、大人と子供のサイズ感。イヤホン本体のサイズ感が影響するケースのサイズ一つを取ってみても、これほど違う。ケースの厚みも6割程度にまで削られていて、携帯性が全く違うな。従来品だとポケットに入れるとポコッと膨らんでる感があるんだけど、エースフィットやのケースは、非常にコンパクトに感じられる。おかしいな、10年くらい差があるようにすら見える。本体のサイズ感も、この通り、特に装着感に影響するフック部分の差と、それから、レシーバー部分が驚くほど小さくなったことに気がつくだろう。横から見てもこの通り、フック部分がチタン骨になっているのは、最近の装着感重視のオープンイヤー型のトレンドなんだけど、画面右上で、実際に耳にかかる部分が、がっつり細くなっていることがわかるだろうか。僕は外に出るときは、紫外線カットのメガネをかけることが多いんだけど、メガネと組み合わせたときに、驚くほど装着感が軽くなるので、この部分の細さは重要だ。普段は、あまり他社の製品を引っ張り出してきて、音質面以外を比較することは多くないんだけど、それをしなきゃいけないくらい革新的なのが分かってもらえると思う。最近のモデルは軽量化されているんだけど、その中でも圧倒的に軽い、8g 切りを達成している。実際の装着感は、このスペックで大体想像つくんじゃないかな？イヤーフックが耳に乗っかってる感じはするんだけど、トップクラスに装着感が軽く、締め付けも全くない、メガネをつけてても誤差レベル。最近はこの装着感を解消した、対抗馬である、イヤーカフ型も存在するんだけど、音質やバッテリー持ちでは、やっぱりイヤーフック型が有利。そのカフ型と比べても、全く見劣りしない軽量っぷりだ。これだけの軽量化と良好な装着感を確保しつつ、驚くべきことに、スペック的にも全く見劣りしない。連続動作時間は、実用性のある6時間、より長時間のタイプもあるけれど、軽量さを重視、だいたい、バッテリーがへたってきても4時間は問題なく動作するレベルだ。さらに、ケースに戻せば、10分で高照2時間のチャージが可能。しっかりケースも持ち運べる軽量さなので、休憩時に充電してやれば、充電周りのストレスは全くなかった。片側2つのマイクを搭載した、環境音ノイズキャンセル機能もあって、通話能力も十分。残念ながら、新しいコーデックを採用しているせいで、Windows で録音できなかったんだけど、Android スマホでの通話は、外で歩きながらでもちゃんと快適だった。実用性はたっぷりだ。ケース込みの連続動作時間は24時間なので、1日中つけっぱなしで使っても、このスリムさでバッテリーはしっかりと保つことになる。とはいえ、似たような商品でもっとバッテリー保つやつあるじゃんと思うかもしれないが、そこは、大型のスピーカーを採用し、音質面にも妥協していないので、このスペックのまとまり方になった、というわけだ。さらに、この手のデバイスを快適に使うために必須な、マルチポイント機能にも対応。現在、ライバルが備える便利機能から基礎性能まで、小さくして無理が出ている部分は全くないぞ。大型軽量のドライバーを採用し、音質面でも全く妥協はない。他社の同タイプのイヤホンより、軽量で小型なので、本来、音質面では差がつくのかな？結構カラカラ軽い音がしちゃうかもしれない、と考えていたんだけど、その心配は全くの無駄だった。大型の他社モデルと全く遜色のない音が出てくれる。もちろん、このタイプのイヤホンは、そのままでは音のバランスが崩れがちなんだけど、デジタル的な補正もしっかりとされていて、低音域は力強く、高音域は刺さりすぎないように調整されているぞ。分離感が強めに効いていて、この手のながら聞きデバイスが、運動中などでも使用されることを想定した、ちょっと明るめで、低音とセリフがよく聞こえるような調整になっている。
正直、もっとスカスカな音質を想像していたんだけど、しっかりと、小型化した本体に、それでも絶対にデケイドライバーを積むんだ。という覚悟が感じられて、他の大型モデルと全く遜色のない仕上がりになっているぞ。強いて言うなら、高音域が少し浮き上がるような調整になっているんだけど、これは周囲や自分の体から外部音が聞こえている状態でも、コンテンツをしっかりと聞き取れるように調整されている、と感じたな。音色を分解して聞いてみると、高音域はちょっと浮き上がる、デジタル的に力強く補正された音が好きな人には、よく聞く音質だ。ボーカルも聞き取りやすいように適度に調整されていて、若干ドンシャリ感はあるものの、人の声が主体のコンテンツでも快適に楽しむことができるだろう。低音域はブースト感があり、小型デバイスの音としてはしっかり小気味良い。サブベースは残念ながらドライバの性質的に散ってしまうのでそれほど期待できないものの、低音域は押し付けてくるようなプレッシャーがあり、明るく、十分に量感のあるサウンドだ。空間は、そりゃもう開放されているんだからきっちりと広い。ただ、どこから音が鳴っているのか、という空間の把握という点ではふわっとしている。これは、低音域側をしっかりとブーストしているためで、この部分で、空間の位置関係の表現力よりも、包み込むような低音域の補正を重視したことが伺えるな。とはいえ、これだけ小さいながら機器デバイスとしては、しっかりと聞き取りやすさと迫力に重点を置いた仕上げで、小ささ軽さを全く感じさせない、ちゃんとデケイサウンドだぞ。音量も十分確保できるんだけど、全体的な軽量化の影響で、60くらいまでの音量の塩梅の時に、最大の音質を発揮すると感じたな。そもそも100だと耳やるくらいうるさいので、十分なパワフルさだ。というわけで、正直、ここ1年くらいの完全開放型耳掛けイヤホンは、ぶっちゃけ、どれ買ってもいい、というレベルまで、製品が成熟しているんだけど、その中でも、圧倒的軽さ、という明確な武器を備えた、エースライトは、頭一つ抜きんでることに成功したモデルと言えるだろう。もちろん、重量をうまく分散した、最近の良好な装着感のモデルもいくつか浮かぶんだけど、このエースライトレベルで装着感が良く、かつ、バッテリーが長く、音質まで備える。となると、2万円台が見えてきちゃう。こいつは、それらライバルよりなお軽く、お財布への負担まで軽い。なので、久しぶりにこのジャンルで、星5を満足して付けられる仕上がりだと感じた。本当に最初の軽さを確認する作業や、初めてケースを手に取った時に、久しぶりに、すげえ進歩したなぁ、と感じるデバイスだった。それでいて、音質も全く重量のあるモデルと遜色がなかったので、マジで手放しでおすすめできる。唯一向かない人は、本体の連続動作がもっと長い、つけっぱなしで一日中作業する人くらいかな。僕の場合、一日中 PC の前に座って作業するんだけど、さすがにちょっとした離席の時には取り外すので、バッテリー切れを起こすことはなかった。あとは変なところだけど、ケースを閉じる時にパンとでかい音が出るので、それくらいかな。と、こんなところだな。スペック、軽量さ、とにかく軽量さ、そして、実用して満足の音質、軽さに魅力を感じるのなら、お値段の面からもこいつを選ばない理由がない。というくらいにおすすめの一台だ。このイヤホン、本当に世代が3つ進んだくらい軽いので、ぜひぜひ、もっと気にならない OWS を探している人に、一度経験してほしいな。といったところで今回はここまで、このメーカー、装着方法が斬新ながら、性能面で素晴らしいものは発売していたので、まともにやったら最強なのに、と思ってたけど、まともにやってくれて、僕は、すごく、嬉しい、